置くだけでテレビの音を大迫力サウンドに変えてくれるサウンドバー。正直メーカーによってそんな音の違いなんてあるのと思っていませんか？でも実はメーカーごとに得意なジャンルや音のこだわりは全く違うんです。そこで今回は今人気の最新サウンドバーを徹底比較。各メーカーの強みはもちろん、知っておくべきデメリットや注意点までしっかり解説していきます。はじめにサウンドバーのグレードについて。サウンドバーは各メーカーたくさん出していますが、グレードで言うと大きく分けて3つに分類できます。まずは下位モデル。チャンネル数は2チャンネルのいわゆるステレオタイプのものが多いです。チャンネル数とは異なる音を出せるスピーカーの数のことで、例えばモノラルであれば1チャンネル、ステレオであれば左右で違う2つの音で2チャンネル。本格的なホームシアターシステムでは自分を取り囲むようにスピーカーを配置し7チャンネルのシステムなんかもあります。この数が多くなると音に包まれるサラウンド効果が高まり、より臨場感あふれたリッチなサウンドを楽しめるようになります。なお、低出力用のウーファーと高さ方向の天井用スピーカーは別カウントとなり、ピリオドで区切り 7.1.2 チャンネルなどと表記されます。お店でもこんな風にチャンネル数が表記されています。下位モデルの価格は2万から3.5 万円。中には1万円を切るモデルもメーカーによってはありますが、このグレードのものはテレビのサウンドよりも劣っているケースもあり、感動も少ないです。違いを感じるためにもこのあたりの価格からの導入をお勧めしたいかなと思います。続いてミドルクラス。ここまで来るとチャンネル数も3から5チャンネルと増え、中には低音を担うサブウーファーがセットとなったものも出てきます。メーカーホームページやレビューサイトによっては、サウンドバーだけでも超強力な重低音がと宣伝しているところもありますが、あれは嘘っぱちです。なぜなら物理法則上、低音表現は容積がある方が圧倒的に有利で、無理に強調しようとすると歪みが大きくなるからです。ここまで来るとテレビのサウンドシステムでは到達できないリッチなサウンドとなってきます。価格は4万から 6.5 万円といったところでしょうか。最後に上位モデル。ここまで到達するとチャンネル数も最大7チャンネル以上となり、天井に音を反射させて高さ方向の音表現をするモデルが標準となり、背面用のスピーカーが付属されてきたりと、スペック上は本格的なホームシアターと遜色ないレベルとなります。価格もピンキリですが10万円以上となり、ここまで出すのであればホームシアターの導入を考える人もいます。音質という点では大口径のスピーカーを物理的に多く配置できるホームシアターの方が圧倒的に有利ですが、代わりに生活空間を圧迫します。一方サウンドバーはサラウンドも疑似で高価格ということでコスパも悪いですが、代わりにコンパクトです。どちらがいいかはその人が何を優先したいかによるでしょう。もしより詳細な情報や接続方法が知りたいという方は、こちらの動画で詳しく解説していますので、後で概要欄から参考にしてみてください。それでは早速大手5社、ソニー、ヤマハ、デノン、ソノス、JBL の比較をしていきます。まずはチャンネル数。ホームページ上で確認できた各社のラインナップを紹介していきます。ソニーのラインナップは 7.0.2 チャンネルから 2.1 チャンネルと幅広く、ここには書ききれないほど多くあります。今回ご紹介するメーカーの中では最も豊富。最上位モデルの 7.0.2 チャンネルは7種類の異なる音を出せるスピーカーに加え、上方向に向いたスピーカーが2つあるという意味で、上方向からの音にも期待できるモデルです。低音のチャンネルは0となっていますが、別売りのサブウーファーをつなげることで補強できます。ウーファーは内蔵型のワンボディのものが多いですが、低音の迫力を求めるのであれば絶対に外付けサブウーファーがあった方がいいです。
なお、チャンネル数は多いほど正面からの音、左からの音、右からの音といった音の聞こえてくる方向を表現できる数が増え、結果として音に包まれるサラウンド効果が高まり、より臨場感あふれたサウンドとなります。拡張にはリアスピーカーもありますが、ここまで買い揃えるのであればホームシアターシステムを組んだ方が安上がりでしょうか。続いてヤマハのラインナップは 3.1.2 チャンネルから 2.1 チャンネルの4モデル展開です。チャンネル数でいうとソニーに見劣りしますが、あえてチャンネル数競争に乗らない方針をとっています。例えば最上位モデルの 3.1.2 チャンネルのモデルは30万円以上するモデルで、今回ご紹介するサウンドバーの中ではぶっちぎりで高いです。高級サウンドバーとしてはかなりチャンネル数は少ないですが、いろんな音を出し調和を目指すというよりは、チャンネル一個一個の音をしっかりと磨き上げる設計思想です。次にデノンは主にホームシアター向けの音響機器やミニコンポなどを製造販売しており、低価格機から高級機まで幅広い機種に対応しています。そんなデノンのラインナップは4つです。最上位モデルは背面に置くリアスピーカーがセットとなり、サブウーファーはオプションで拡張可能。高さ方向のスピーカーはこちらのモデルで搭載となります。なお最上位モデルは6チャンネル独立駆動とホームページ上に記載がありますが、他社と同じ数え方をするとスピーカーの構造的には2チャンネルとなります。チャンネル数的にはやや物足りなく見えるでしょうか。続いてソノス。もともとはワイヤレススピーカーで有名になったアメリカのメーカーで、今ではプレミアムサウンドバー市場において高いシェアを誇っています。そんなソノスのラインナップは 9.1.4 チャンネルから 2.0 チャンネルと幅広く、他メーカー同様サブウーファーはオプション拡張対応です。最近はどのメーカーもこのスタイルが多い気がします。次に JBL は1946年アメリカで誕生した音響機器メーカー。家庭用オーディオ製品から映画館やコンサートホールといった放送用機器まで幅広い分野の製品を手掛けています。ラインナップも豊富で、最上位モデルは今回ご紹介する中ではチャンネル数も最多です。最大の特徴はサウンドバーから分離できるワイヤレスリアスピーカー。物理的にスピーカーを配置できることから疑似ではないサラウンドが実現できます。これが市場でメガヒットし、日本でも一気にその知名度を伸ばしました。普段は本体に接続して充電、使う時だけ取り外し背面に置くだけでよく、日本の狭い住宅事情にもマッチしているでしょう。このようにことチャンネル数一つとっても、チャンネル数を増やしサラウンド感を重視するメーカーと、あえてチャンネル数にこだわらずスピーカー一つ一つの音をブラッシュアップするメーカーと、設計思想は様々です。続いて特徴です。ソニーの特徴は306立体音響。ソニーは伝統的に音に包まれる疑似サラウンドに力を入れています。チャンネル数の少ない下位モデルでもバーチャルサラウンド技術で臨場感を演出。上位モデルとなるとさらに天井や壁までの距離をマッピングし、迫力のある臨場感を演出します。上位モデルではサイドの音の広がりを担うサイドスピーカーや高さ方向を担うイネーブルスピーカーが加わるので、より3次元の立体音響効果が得られます。音質はバランス型で立体的。テレビ番組の会話や音楽、映画など幅広いコンテンツに向いています。次にヤマハの特徴はトゥルーサウンド with ドルビーアトモス。どのサウンドバーも対応していますが、映画館や劇場で採用されている立体音響規格ドルビーアトモスをヤマハの培った技術で効果的に表現するというものです。特徴としては少し弱いでしょうか。音質は作られた低音を嫌う傾向があり、ナチュラルより。セリフの聞き取りやすさが特徴です。続いてデノンの特徴はピュアモード。
デノンがチューニングした特別なサウンドモードです。原音をなるべくストレートに再現します。オーディオブランドとして長い歴史を持つデノンは、特に音楽再生に力が入っています。音質は原音重視型。こちらも不自然な低音強調を嫌い、音楽再生に適しています。次にソノスの特徴はトゥループレイです。他社にもある機能ですが、独自の音響補正機能でお部屋に合わせてチューニングを行います。音質は映画のセリフの聞き取りやすさと音楽再生の質を重視したバランスタイプ。海外でもチューニングに定評があり、音の正確性が人気です。続いて JBL の特徴はリア分離型スピーカーです。冒頭でも触れましたが、サウンドバー本体に2つの分離型ワイヤレススピーカーを備えます。これらを使うときは後ろに配置するだけで、疑似では味わえないリアルなサラウンドが得られます。実際にスピーカーがある分効果は高く、日本でも一気に知名度を上げました。音質は重低音がパワフルで大迫力。あらゆるコンテンツにおいて高い評価を得ていますが、特に映画鑑賞に向いているでしょうか。続いて価格。冒頭で触れた製品グレード別におおよそで分けて記載しています。こうして見るとグレードによってだいぶ価格に差があることがわかります。誤解を恐れずに言うのであれば、上位モデル帯はホームシアターが組める価格帯となってきますので、音質的にはコスパは悪いです。しかし限りある生活空間の中で最大の効果をということであれば、おすすめできるかなと思います。各社を比較してみると、ソニーは多くのラインナップがありますが、全体的にやや高め。ヤマハは最上位モデルのみ高価ですが、それ以外は良心的な価格設定。デノンは俗に言う上位グレードはないものの、コスパのいいラインナップを揃えており、ソノスはその中間ぐらいの価格設定。そして JBL は逆に下位グレードがないものの、全体的に価格は抑えめでしょうか。各社の価格詳細は概要欄にも記載してありますので、気になる方は後で参考にしてみてください。続いて口コミです。音質については感じ方は人それぞれで個人差が大きいですが、テレビのスピーカーと比較すると良くなったという意見が各社多かったです。オーディオにこだわりがない方でもこと低音の違いは感じやすいでしょう。以前取ったテレビのサウンド満足度と環境のアンケート結果でも、およそ4割の方がテレビのサウンドに不満を感じ、4割の方がサウンドバーの設置やホームシアターシステムを組んでいました。サウンドバーは3人に1人の方が活用されており、意外と多いと思われた方も多いかもしれません。テレビのサウンドより迫力のあるサウンドとなるので、一度聞くと手放せなくなる方も多いようです。ソニーは幅広い規格対応を褒める声がありました。音声フォーマットでもドルビーアトモスに加え DTSX まで対応。Bluetooth の対応コーデックも LDAC まであり、さらに HDMI の入力端子も備え、パススルー機能も対応しています。これらにより多くの用途に応えることができるでしょう。それからサラウンドについても、音に包まれる効果が高いと絶賛する声がある一方、期待したほどでもなかったという意見もありました。感じ方は人それぞれなので、過度な期待は禁物かと思います。悪かった意見としては、上位サウンドバーの低音がやや弱いという声がありました。ソニーの上位サウンドバーは単体バーで売られており、サブウーファーは拡張オプションです。そのため、このクラスのサウンドバーとしては、内容積の関係上、低音がどうしても弱めとなるでしょう。冒頭でも触れましたが、重低音を求めるのであれば、より多くの空気を動かせるサブウーファーが圧倒的有利です。無理に強調しようとすると、今度は音質の歪みが大きくなります。これは物理法則であり、魔法はないということです。それからソニー製のテレビとの連携で、テレビをセンタースピーカーとして運用できるモードがありますが、テ
テレビのセンタースピーカーでは音質的に受け入れられないという意見がありました。また上位モデルも含め高すぎるという声が数多くありました。ソニーのサウンドバーは以前から人気がありますが、今ではソノスや JBL など強力なライバルが出てきていますので、コスパという点で見劣りしています。ただ、こちらの動画でもお伝えしましたが、今年ソニーのサウンドバー事業は中国の TCL に譲渡されました。これにより価格が抑えめになるかもしれません。ソニーの製品で詳細をより知りたい方は、こちらの動画でも実機レビューしておりますので、気になる方は後で参考にしてみてください。続いてヤマハです。コスパが好評でした。ヤマハは最上位モデルこそ高価ですが、どちらかというと価格重視のラインナップとなっているように見えます。また、スピーカーが斜め上向きについている恩恵か、テレビボードの反射音が少なく、セリフの抜けがいいという声。変な抑揚がなく、聞き疲れがしづらいという意見がありました。一方、悪かった意見としては、チャンネル数が他社と比較して控えめなこと。映画鑑賞では少しダイナミックさが欠けるという声が一部にありました。また、覆っているファブリック材につくホコリが気になるという意見もありました。次にデノンです。こちらもヤマハと同じくコスパが好評でした。拡張性やイネーブルドスピーカーも備えており、最近のトレンドを抑えています。また、音楽再生がいいという意見がありました。悪かった意見としては、サラウンドが他社と比較すると広がりが限定的で、低音もやや迫力不足という声がありました。それゆえ、映画鑑賞もいまいちダイナミックさに欠けるという意見が一部にありました。続いてソノスです。デザインがいいという声がありました。丸みを帯びたデザインは他社とは一風変わったデザインのように感じます。また、音質自体もバランスが取れていて好評でした。低音が不足しがちなバー単体での表現も、物理的なサイズが大きめなことも相まってか、そこまで気にならないという声がありました。悪かった意見としては、まずはパススルー対応の HDMI 端子がないこと。これは人によっては気になるところでしょうか。また、最近のモデルでは対応していますが、Bluetooth に非対応など規格対応範囲が気になるという声がありました。新しいモデルももう2年近く出ていないので、非対応のモデルもまだ割とあります。それから何でもアプリ一つで操作できる点が特徴でありながら、2024年に未完成アプリをリリースしてしまい、不具合が頻発。その後の対応も悪く、ユーザーからの批判が殺到。その勢いは2025年以降も続き、株価は急落、CEO 辞任と大騒動となりました。現在では解消していますが、ユーザーからはまだ少し警戒されているようです。せっかく音質が好評なのに、もったいない案件でした。次に JBL です。なんといっても最大の特徴であるリア分離型スピーカーによるサラウンド効果が好評でした。ワイヤレスリアスピーカーがついていると思えば、価格もだいぶリーズナブルです。モデルにもよりますが、リアスピーカーの連続再生時間は10時間、3.5 時間でフル充電となります。また、海外製では珍しく DTS に対応しているのもポイントで、低音表現も好評でした。海外でも評価の高いサウンドバーです。悪かった意見としては、低音がよく出るサウンドのためか、人のセリフが少し聞き取りにくい時がある。ソノスほどの大問題にはつながっていませんが、ちょくちょくアプリの不具合がある。初期設定アプリが分かりづらいといった声が上がっていました。最後に満足度です。これは現モデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。どのメーカーも高い点数でしたが、今回はソノスが最も高く、次いでヤマハでした。ソノスはアプリの不具合がありながらも、音質自体は満足されている方が多く、ヤマハも価格の割に良かったというご意見が多かったです。
一方ソニーの音質自体は好評な一方、価格が高すぎる。デノンのコスパはいいものの、他社と比較するといまいち特徴が弱く、この点数でした。参考にしてみてください。一言まとめ。サラウンド効果に定評があり、機能性も高く、バランスのいいモデルをお探しであればソニー。低音に定評があり、分離型リアスピーカーによる映画館さながらのサウンドを体験したい方は JBL。 AV アンプの血統を受け継ぎ、音楽鑑賞にも耐え得るサウンドバーをお探しの方はデノン。自然な聴き心地と声の聞き取りやすさを重視したい方はヤマハ。インテリアに馴染むデザインで音質のバランスにおいて高い評価を得ているものをお探しであればソノスが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。最終確認では本体の高さも忘れず確認しましょう。せっかく候補を絞ったのに本体の背が高すぎてテレビの画面にかかってしまったという話をよく聞きます。その場合、背の低いサウンドバーに変えるのも手ですが、テレビの方をかさ上げするこのようなラックもありますので、サウンドバーの音の経路を阻害しないならば、これでかさ上げしてもいいでしょう。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。